は後回しにするですよ。健介様、今は目の前のことに集中するです。皆の者、本陣を死守しなさい。旗本衆はイザヨイ姉様の警護に専念してください。鬼については我が岬衆で対応します。健介様、よくぞご無事で。承知なのです。暗将七不代が一人、本田綾菜忠勝水産なり、鬼どもまとめてやってやるです。本田衆、久しぶりの血湧き肉踊る乱戦なのです。やってやりまくるですよ。相模でも本田衆の名は聞こえてきてたけど、半端ない強さだな。ぼーっとしている場合ではありません。北条衆も負けずに行きますよ。北条衆の力と本田衆の力が合わされば天下無敵。勝った。この戦勝ちましたよ。勇者たちよ、次期八幡の旗に続きなさい。かかれー。おそばに。本陣を襲う鬼の数はおよそ100。しかしながら後備えは北と南からも鬼の別動隊に奇襲されており、身動きが取れない状態です。こちらもそれぞれ500ほどと見受けられます。さらに鬼の後方小田原方面に鬼の集団を発見しております。その数およそ1000。北と南2つに隊を分け、北条衆の防戦の援護を行っております。それと先ほど連絡が入り、和葉様、優様がこちらに向かっているとのこと。今しばしご辛抱を。御意。大丈夫、聞いてたです。公方様が来るまでは本田衆だけで支えてみせるですよ。承知なのです。主様の可愛い妻である余が助け
に参ったぞ。地産御用者。コナミが口伝無料にて逐一報告してくれておる。背後からの奇襲じゃろ。退路を断ったとでも言いたいのですかね。やれやれ、手のひらで踊らされておるの。ふむ、まさしくじゃな。しかしこれだけの数です。鬼の奇襲を押し返すのはなかなか骨が折れるでしょうな。健介殿には何か策が？おとりというわけですか。しかしその刀、王子の力を残しているのですかな。まあやってみてダメじゃったら別の手を考えればよいじゃろ。ざっくりとしてますな。思い通りにならぬのもまた人生である。主様の望む通りにやるがよかろう。世が三千世界でなぎ払ってやるぞ。ではそれがしは健介殿の護衛につきましょう。主も大切ではございますが、弱き者を守るのもまた物のふの務めですからな。主様が心配なだけじゃろ。別にそんなことはないんだからね。素直でないの。貸してはやるがやらんぞ。何を言っているのやら、それがしにはとんと分かりませぬな。さ健介殿、いざ。承知なのです。健介様のことは本田衆が全力で守るです。ふむ、その調子ならばどうやらやれそうですな。どうやら図に当たったようですな。鬼が引いていく。どういうことでしょう、これは。わかんねえ。何もかもわかんねほうけている場合ではありません。すぐに体勢を整えなさい。追撃に入りますよ。おーおー、来た来た。だーんと来ましたぞ。これが作戦と言えるものなのかどうなのか、甚だ疑問ではありますがね。
やれやれ。昨今の和葉様のざっくりさ加減はあなたの影響でしたか。ごもっともで。しかしながらおそば使いも長くなると、たまに全てを人のせいにしたくなる時があるのですよ。気が向いた時にでござるよ。いや、それほどでも。なんと健介殿もなかなか手厳しくなられましたな。出会った頃はもう少し可愛げのある殿方でしたが、こんなにも肉々しい主になるとは。ほんの少しだけ主と思ってあげてはおりますよ。さあ健介殿、怖い鬼が来ましたぞ。刀をお構えなされ。まずはそれがしが前してつかまつりましょう。それでよし。役回りというものを理解してこそ、人生という名の舞台で良き芝居ができる。良き主となりましたな。では主よ、細川雄藤孝が働き、とくとご老じろ。綾菜もまんじるですよ。おお、来ましたな、東国無双。来たです。ユウはなかなか強いのです。今度し合ってみるです。遠慮しておきましょう。では綾菜殿、背中は任せますぞ。承知なのです。やれやれ、綾菜も優も不忠者よの。あれだけ暴れられては世の活躍の場がなくなってしまうではないか。愛しき者の前でかっこつけたいのじゃ。主様は乙女心を分かっておらんの。主様も口がうまくなったものじゃ。さすが天下御免の人たらしよ。趣味線の周りに四大衆、その周りの九三八海、その上は色界、下は風鈴までを一世界として、線で小線世界、その線で中線世界、さらに線で大線世界、すべてを称して三千大線世界、通称三千世界という六十黄金の志を忘れ、いたずらに乱を起こすは言語道断。武家の棟梁、征夷大将軍を務めるこの義輝が手ずから成敗してやろう。三千世界。ろうそくに集う蛾のように主様の刀の光にたかってきた鬼の数、およそ200といったところか。北と南から攻めてきておる鬼どもはこちらにはあまり来ておらぬようじゃな。
北条本陣を襲っていた鬼どもはまあ時間の問題でしょうな。しかし他人を襲っている鬼たちまでは呼べなかったと見えるしの。苦戦は必至じゃろう。ならばしばしの休息ですかな。工藤様のお家流はずるいです。あんなことされたら綾菜が全然活躍できないです。世は足利であるぞ。将軍なのだからお家流もこれぐらいすごいのは当然じゃ。いや、その理屈はおかしいです。鬼を引き離してくれたおかげです。ありがとうございました。みんなたくさん頑張ってくれましたから、後でみんなにお礼をしないと。しかし鬼たちはなぜ健介様の周囲に集まっていったのでしょう。鬼の奇襲によって数は減ってしまっていますが、旗本400、木備え400、まだまだ健在です。やりましょう、健介さん。このままでは小田原が危険です。それに私は母様に一矢報いたいんです。だから。いえ、決して無謀ではありません。おぼろ姉様の木備えは北条でも勇者が揃い、その力は一気当選。加えて鬼神がごとき強さの本田衆と絶大なお力を持つ公方様がいらっしゃるのです。必ずや鬼を撃退することができると私はそう信じています。ありがとうございます、健介さん。ではおぼろ姉様、先方を頼みます。承った。三日月ちゃんは本陣旗本300を率いて中備えお願い。暁ちゃんは三崎衆と一緒にお姉ちゃんのそばにいてね。任せろ。承知しました。では北条衆、敵本陣に向けて。そのですね、綾菜もですね、前に出たいです。どうしましょう。わかりました。では綾菜さんには木備えとともに先方をお願いしますね。やったです。はいです。綾菜にお任せなのです。和野の戦機を助立ち感謝いたす。おぼろ、一緒に鬼をたくさんやってやるですよ。はい。陣立ては決まったか。あまり時を過ごすと敵に猶予を与えてしまうぞ。大丈夫、決まりました。皆の力で母様を取り戻すために行きましょう。
北条が旗に集う勇者たちよ、我らが本城を汚そうとする鬼どもを皆々成敗いたします。かけよかけよ、徳かけよ、その手に勝利をつかむために。全軍かかれ本田衆、綾菜たちも行くですよ。中備え、北条三日月氏輝、押してまいるんだぜ。先方に続くぞ。主様主様、よらも行こうぞ。手勢ならあるではないか。主様の他に世と優がいるではないか。3人もいれば手勢としては十分であろう。大丈夫、少しだけ。刀の先っぽだけで構わないのじゃ。ここは健介殿の判断が正しいですぞ、久保様。なんじゃ、二人して分かり合うたようなことを言いよって。世は不満であるぞ。じゃあ戦況が有利ならば世も前に出て戦ってよいのかの？わかったぞ。ならば主様の言うことを聞く。健介、私たちも出ますよ。はい。いざという時は健介の独断で動いてください。では行ってまいります。健介、無事で。奇襲されたことによって主導権を奪われかけておりましたが、今は何とか立て直したとのこと。しかしながらご主人様のご詰めに駆けつけるには今しばし時がかかりそうとのことでした。しかしながら自分直属の伊賀衆を戦線に加え、微力ながらご主人様をお助けいたしましょう。しかし教員、五色の上り、やはり姉様ですか。あばら、勢いに乗ってこのまま突っ込むですよ。待って、一度姉様と直闘したいのです。綾菜殿、時をください。でも突撃の勢いがなくなったら圧倒的に不利になっちゃうですよ。挽回してみせます。その覚悟見事なりです。それだけの覚悟があるのなら綾菜はおぼろに従うですよ。ありがたし。皆の者、すまぬがまずは私に機会をくれ。鬼と化したご本城様を説得するために。任せておけ。私がいない間は綾菜殿の指示に従って動け。では綾菜殿、行ってまいります。気をつけてなのです。はっ。姉様、そうそうで何よりね。
おぼろ。おかげさまで。でも姉様は違うようですね。そう？私は双剣よ。鬼の力ってとても面白いもの。久しぶりに楽しい時間を過ごしているわ。それは姉様の本心なのですか？ええ、本心に決まっているでしょ。決まっている。ええ、決まっているの。わかりました。ならば妹として私はあなたを撃ちます。あなたに私が撃てるかしら。私が撃てなくてもあなたの娘であるイザヨイが必ずや打ち果たすでしょう。私はそう信じています。へえ、あなたはそう信じてるの。今のイザヨイならば必ず。そう、イザヨイがあなたに認められるほどに成長したのね。あなたの娘です。それを確かめたければ己の目で確かめるがよい。そうね。では存分に試させてもらいましょう。あなたもイザヨイも全力でかかってきなさいな。承知。では姉様、今はこれにて。申し訳ございません。どうしても姉様の真意を確かめたく時を置いてしまいました。いいえ、大丈夫ですよ、おぼろ姉様。それで母様のご様子は？少し気になることはありましたが、鬼となったご本庄様はやる気のご様子。今は目前の鬼どもを打ち破ることに集中しましょう。はい。結局これだけの数で真正面から挑むことになっちゃったか。先制攻撃はできませんでしたが、数を揃えて時を稼げば皇族と合流することもできます。この状況は良しとすべきでしょう。だね。じゃあ仕切り直したよ。三日月ちゃんはおぼろ姉様に合流してね。任せとけー。おぼろ姉様、北条衆の指揮をお任せします。次期八幡の名にかけて必ずや勝ってみせましょう。松です。敵が動いてるですよ。右翼左翼ともに広がり、少し前に出なさい。鶴が翼を広げるように優雅に、そして大胆に。さあ殺し合いを始めましょう。鬼が陣形を敷いている。まあありうべき話じゃろ。何せ主会は相模の志士北条氏康なのじゃからな。しかし厄介ですな。優れた力を持つ鬼が戦術を駆使すれば人などちりやくたに過ぎなくなる。そんな、これじゃ私たち勝てない。兄ちゃんの言う通りだぜ、姉ちゃん。やりましょう、いざよい姉様。お姉ちゃん、頑張れよ。その息です、いざよい。ならば私はあなたの息に応えるためにも梅雨払いをいたしましょう。綾菜殿、共に敵陣に切り込んでいただけますか？任せろなのです。ならば行きましょう。旗を掲げよ。我らが背後に翻る次期八幡の旗を見よ。そこにおわすは武運司る弓矢八幡、南無八幡大菩薩。我らが優先、とくとご覧あれ。この戦、我らは勝つ。
かかれ本田衆も続くですよ。ダメかな。見ればわかる。それにしても相変わらずね、おぼろは。勝てるかどうかではなく必ず勝つ、そう思い極めているのね。左翼右翼ともにそのまま。相手は一途に私を狙ってくるから、しばらくは動くな。私のそばの子たちは好きにしていいわ。他の子たちは相手の動きが止まった後、その背中を押し包みなさい。あとは好きにしていいわよ。さあ、可愛い子たち、北条のためにその血をたくさん流しなさい。ふむ、右翼左翼ともに動かず、素通しで本陣まで誘い込んだように見えますな。となれば次の動きは後方の遮断じゃな。その通りではあるが、どうするのじゃ主様。本陣付きの旗本は無理ですが、私の率いる岬州からなら20ほど出せます。はい、ご自由にお使いください。左はどうされるのです？綾野様ならば必ずや敵左翼の動きを看破し防いでくださることでしょう。おや、コナミ殿がそこまで言うとは珍しい。さすが東国無双といったところですな。ご本人はまだまだだといつもおっしゃっていますが、あの方こそ武人であると自分は密かに思っております。やれやれ、身内びいきが過ぎるのでは？いやはや、さすが健介殿、お口がうまい。おっと、別に女性のあそこを舐めるのがうまいとかそういうことを言っているわけではありませぬぞ。まあ舐めるのもうまいでしょうが。まあ緊張を解きほぐすためのジョークですよ、ジョーク。真面目に反論していると隣のおぼこに「やだこの人そんなに上手なのキュン!」と惚れられてしまいますぞ。私は別に。主様はうまい。昇天必至であるぞ。まあそれはそれとして、手勢は20と少しなれば混戦になってしまえば不利でしょう。そのことだけわきまえておいてくだされ。いいでしょう。それがしの命、健介殿に託しましょうぞ。でも体と心はまだ託さないんだからね。待て言うよ、今まだと言ったか。おっと、検問検問。ささ、コナミ殿、さっさと行きましょうぞ。はあ。それでは者ども、我に続け。服部小波、音もつかまつります。まだというのはどういうことじゃ。そやもう一丁。やりますね。
綾菜殿。これくらい綾菜には朝飯前なのです。なんとも頼もしいお言葉、私も負けていられません。おぼろも強いです。これなら綾菜、氏康の首はおぼろに譲ってもいいですよ。本田衆で敵本陣への道をこじ開けるですから、おぼろ、氏康を討ち取ってくるですよ。それは。さっさとしないと、こっそり動いてる敵左翼が綾菜たちの退路を断っちゃうです。多分右翼の方は健介様たちが何とかしてくれると思うですけど、それも時間稼ぎぐらいしかできないですから、狙うなら今ですよ、おぼろ。どうします？やれそうです？無理なら綾菜がやっちゃうですけど。いえ、やります。姉様の命は必ずやこの手で。なら任せたですよ、おぼろ。今から7に飛び込むです。精一杯楽しんで悔いのないように暴れるですよ。それならみんなで行くですよ。カズノの戦記が梅雨払いするのね。なら本命はおぼろで決まりか。やれやれ、なかなかうまくいかないものね。はいはい、あなたたちの好きに反撃しておきなさい。ここは任せるわ。承知なのです。もう邪魔するのなのです。それじゃあおぼろ、道は切り開いたですよ。あとは。はい、姉様の首は必ずや私が。木曽大よ、我に続け。関東全土にその名が轟く直八幡北条綱重水産なり。来たわね、おぼろ。姉様、相模の志士と謳われたあなたが鬼となった姿は見るに忍びなく、親族であるこの私の手でその首を跳ね飛ばし、もって北条が民への贖罪とします。相変わらず真面目ね。それこそが我が生き様。昨夜姉様、いざ尋常に勝負。いやよ、あなたにかなうわけないもの。だからあとはよろしくね、私の可愛いお兄ちゃんたち。逃げる気ですか、昨夜姉様。まさか本当に逃げるとは。邪魔だ。綾菜殿、すみません、姉様に逃げられました。いやー、まあ仕方ないのです。ここは一度引いた方がいいかもですよ。そうですね。そうしましょう。なら一暴れしてから退散するですよ、おぼろ。はい、全力で八つ当たりいたします。やれやれ、気づいているのかと思ったのに全く気づいてないんだもの。おぼろってば相変わらず天然なんだから。それにしても10日後だって言ってたのに、まさか打って出てくるとはね。確かにいざ酔いは変わったのかもしれないわね。ああ、はいはい。じゃあ次は伊豆と相模に分散している鬼を集めておきなさい。ただし甲斐と駿河には近づかないこと。間違っても侵入してはいけないわよ。いいわね。で、鬼に絶食させるのもそろそろ限界のようだし、どうしよっかな。いざ酔いすまない。昨夜姉様を取り逃がしてしまいました。わかりました。
大丈夫ですよ、おぼろ姉様。今は目の前の鬼を殲滅しましょう。ええ、これより全軍の指揮は私が取ります。火備え中心に鬼を駆逐してみせましょう。あなたは交互のためここから戦の顛末を見ておきなさい。はい。おのおの方、総統戦に移ります。一匹たりとも鬼を逃がしてはなりません。これより鬼を殲滅します。かかれー。いざよい、よく見ておきなさい。大将のいなくなった軍が簡単に崩れるのです。これは鬼も人も変わらない。いかに大将を守り組織的に動き続けられるか、それが勝敗の分かれ目となる。そのことを肝に銘じ、これからも精進するのですよ。はい、お姉様。圭介君、無事かい？上々だ。北と南の鬼はきちんと追い払ったよ。なかなか難儀したがな。乗算した鬼はどうやらちりぢり北に向かったようだったが。北には私たちがいたけれど、南から落ちてくる鬼の姿は見てないね。ならば北の部隊を奇襲してきた鬼どもはどうなったのじゃ？同じさ。北に向かって調査していったよ。昨夜姉様も北に向かって調査していたように見えました。ということは、よーし、なら早速追撃だ。勝手に決めないでください、三日月ちゃん。なんだよ、今が好機じゃないかよ。どこが好機なものですか。鬼相手に山の中で戦うのは圧倒的に不利なんです。今は小田原とその周辺の城に防御を固めるよう指示を出した方が良いと思います。その上で風魔衆を使って母様の動向に探りを入れましょう。どうしたらいいんだろう。おぼろお姉様、私どうすればいいんでしょう。三日月でもなく暁でもなく、決めるのはいざよい。当主代理であるあなたです。皆の意見に耳を傾け、そして自分がどうしたいのかをよく考えて決めなさい。自分がどうしたいのか。まずは陣の再編をします。追撃している部隊を全部呼び戻してください。はい、すぐに使い番を出しましょう。次に玉名城を取り戻します。おぼろお姉様、お願いしてもよいでしょうか。わかった。私に任せておきなさい。それと同時に母様たちの動きを探るため各地に忍びを出そうと思います。お願いします。本陣はここ平塚に固定します。忍びの知らせを待って次の手を打つつもりですが、小田原や周辺の上類には状況を説明し、備えとつなぎを万全にするよう使い番を出しておきましょう。あと何かあるかな。もうないかな。追撃はなしか。残念。ごめんね、三日月ちゃん。暁ちゃんの言う通り、山の中でお兄さんと戦うのは危険だってお姉ちゃん思うんだ。
まあ、姉ちゃんがそう思ってるんなら、ちゃんと従うぞ。ありがとう、三日月ちゃん。いざよい姉様、平坦は三崎州の方で手配したいのですが、任せてもらってよいですか？暁ちゃんがやってくれるなら安心だね。お願い。承知しました。では私は木曽内を率い、玉縄城のダッシュに向かいます。三日月、暁、いざよいの補佐を頼みますよ。任せとけ。承知しました。頼もしい返事です。健介様もいざよいのことをどうかお頼みいたします。では。おそばに。御意。しかしながら自分の手の者たちは相模の地理に暗く難航すると思われます。できれば地理に明るい者の手を借りたいのですが。ああ、そういえばそうですね。は、よろしくお願いいたします。御意。では早速追跡に入ります。はっ。では。健介殿。ただいまです。あの程度の戦ならば、私たちが力を合わせればどうということはありませんからね。そうっすね。ザクロは好きに暴れてただけっすけど、歯応えなかったっす。確かにあまり統率が取れていないように見受けられましたね。奇襲の手際は鮮やかでしたが、以降の戦闘においては連携もなくがむしゃらに突進してくるだけの戦いぶりだったのです。戦術的な動きなど皆無で、あれでは強いだけのただの獣と同じでしたね。はい、戦略戦術を実行する者たちの力が足りていないのならば、付け入る隙が出てくると思います。それはどうかな。今やってる最中だよ。で、話を戻すのだけれど、私は氏康の動きに腑に落ちない点があるように思う。腑に落ちない点ですか？ああ、全てが中途半端なんだよ、私が見るに。再戦を楽しみにしていると言いながら本気で戦っているように見えないというか、野襲を仕掛けることができただろうに朝書きをする。朝書きをしたにもかかわらず、北と南は捨て駒で本体はさっさと退却する。あまりにも手を抜きすぎなんだよ、氏康の動きは。
それにもう一つ、2手目3手目がないということですね。さすが天海和尚は気づいていたか。私も不審に思っていましたので。ああ、私には氏康が何のために奇襲したのかわからないんだ。反撃され本陣に迫られたらさっさと逃げる。確かに中途半端ですね。小手調べなのでしょうか。小手調べね。確かにそういう可能性もあるかもしれないけれど、正直腑に落ちないよ、グビジンちゃん。ひふみ殿は氏康殿には別の思惑があると考えているのですか？私はひねくれ者だからね。そうとしか思えないんだ。でも思惑が見抜けないなら意味はないんじゃないすかね。痛いセリフだよ。その通りなのは分かっているんだけれど。だね。氏康の動向はコナミが？構わないよ。しかし風魔のお嬢さんはどこに？それ大丈夫なんすか？姫野さんのことは健介殿にお任せいたしましょう。私たちは健介隊の再編ですね。幸い戦死者は出なかったとのことですが、重傷者が何人か。あれだけの戦で重傷者のみで済んだのなら良好ってやつっすよ。さすが健介隊っすね。お任せあれ。健介様は少しお休みになられてください。昨晩もあまり寝ていないのでしょ？スケベさんは大将なんすから、しっかり寝ておかないとダメっすよ。なんならザクロが添い寝でもしてあげるっす。ザクロさん、突然そんなこと言って健介隊の陣中に血の雨を降らせるつもりですか？わかったっすよ。冗談っすから抜き身の刀はしまうっすよ、かよち。ああ、よかった。かしこまりました。おやすみなさいませ、健介様。